1つ目は鹿島クリー。鹿島建設が大阪・関西万博の大屋根リングの解体木材を引き取って。こんにちは、〇〇のエキスポラボです。本編に入る前に一つお断りね。この10選は動画として試験的に公開するものなの。それとあくまで今分かっている公開情報をもとにこのチャンネルが独自に選んだ10個よ。公式ランキングじゃないの。これから公式発表が増えるほど状況は変わっていくはず。そのつもりで見てね。了解、そのつもりで見るよ。横浜花博絶対に見たい注目スポット10選を今日は選び方から全部やり直して改めて10個に絞り込んだわよ。前にもこの企画やってなかったっけ？そうでも花博は情報がどんどん動いてるから古い情報のままだと後悔するのはあなたなの。実際この動画を作ってる間にも大きなニュースが1本飛び込んできたばかりなんだ。気になる。それ先に教えてよ。それは最後に取っておくね。今日はまずちゃんと基準を決めて10個を選び直す。そして実は最後まで迷って11個目に落とした候補が1つあるの。それがさっき言った速報とつながってくる。11個目、気になるワードを置いていくじゃん。よし、最後まで見届ける。今回選ぶ基準をちゃんと作ったの。唯一性、話題性、映え、体験できるか、混雑に見合うか、子連れ向きか、そして予習で楽しみが増えるか。この7つの物差しで30個の候補を見てタイプ別に5つの枠、それぞれ2個ずつで10個を選んだわ。7つの物差しで5つの引き出しか。そう、王道大阪万博レガシー、子連れ、写真映え、穴場、この5タイプ。それと今日一つ約束する。まだ公式発表されてないことは未発表ってちゃんと言うから安心して聞いて。変に決めつけないってことね。それは信頼できる。王道枠1つ目は花博の思想的な中心、テーマ館土の中の世界。建築を監修するのは隈研吾さん、展示のディレクションは杉山王さん、施工は大林組でもう工事が始まってるわ。隈研吾さんってあちこちで名前聞くね。そう、花博には隈研吾さん監修の建物がもう一つあるんだけど、それは後の枠で話すね。テーマ館の見どころは陸前高田の奇跡の一本松の根が実物展示されること。植物が地面の中で菌類とつながってやり取りする様子も映像で見せてくれるみたい。根っこの実物って想像つかないな。SNS でもすでに500件を超える言及があって一番話題になっている候補の一つ。ただ予約が必要かどうか、車椅子対応なんかの詳細はまだ公式から発表されてないの。ここは正直に未発表で止めておくね。気になるけど決めつけないのは大事だね。王道枠2つ目は大成グリーンテラス。大成建設が作る長さ約90メートルのスロープ状の木造展望施設で、もう4月に起工式も済んでるの。この前も出てきたね、あの展望台。そう、設計は藤本壮介さんって発表されてるの。地形に溶け込むマウンド状のデザインで、写真好きの間でもパースが自然と一体化してて綺麗って声が多い候補。スロープ自体もユニバーサルデザイン対応だから、車椅子やベビーカーでも登れる設計よ。それは嬉しいポイントだね。予約はいるの？そこはまだ未発表。展望施設だから整理券とか時間帯制限があるかもっていうのはあくまで予想であって確定情報じゃないの。分かり次第また伝えるね。ここもまだわからないって正直に言ってくれるのを逆に信用できる。大阪万博レガシー枠1つ目は鹿島クリー。鹿島建設が大阪・関西万博の大屋根リングの解体木材を引き取って高さ約60メートルの木造タワーに組み直すの。あのリングがまた建物になるんだ。大屋根リングの木材全体の約 3%、 およそ810立方メートルを鹿島建設が譲り受けたものなの。組木精神システムっていう伝統的な木組みの技術で地震にも備えてる。門型の設計だから下を通り抜けることもできるのよ。着工はもう始まってるの？もう始まってるわ。2026年6月1日に会場内の鹿島出店エリアで起工式が行われて、鹿島建設が6月に公式サイトで発表してるの。以前の調査では未着工扱いだったけど、これで公式に確認できたわ。工事は2027年2月までの予定だから、開幕には完成した姿が見られるはずよ。あ、それなら開幕には間に合うんだね。よかった。そう、会期が終わったら部材はさらに細かくされて、横浜市内の学校や公共施設の家具や内装材になる予定。
過去の大阪から未来の横浜の子供たちへバトンをつなぐ話だから、レガシー枠の象徴として外せないの。レガシー枠2つ目は東宝レオの優しくなりたいスタジオ。大阪万博で人気だったパナソニックグループ館ノモの国、永山優子さん設計のあの8の字型の鉄骨フレームを約736個丸ごと引き継ぐの。照明やミストの装置も全部込みで。ノモの国って確か予約が連日満員だったやつだよね。そう、大阪でもすごく評価が高かったパビリオン。横浜ではそのフレームの中で1年で急成長するホップを育てて収穫してクラフトビールの醸造につなげるっていう体験型の場所に生まれ変わるの。夜は盆踊りもあるみたい。ビール、僕はまだ飲めないけど大人は楽しそうだね。そこは公式でもビールの試飲だけ年齢制限があるって言ってるだけで、栽培や収穫の体験自体には制限はなさそうなの。ただ予約用費や料金はまだ未発表。着工についてもまだ公式発表は確認できていない段階よ。さあここからは子連れで行くなら外せない枠。ここまで王道とレガシー4つ見てきたけど、まだ気になってるでしょ。最初に言った11個目。覚えてるよ、ちゃんと。安心してちゃんと最後で回収するから。じゃあ子連れ枠1つ目、相鉄グループの相鉄パーク。実は今日話せる一番新しいニュースがここにあるの。なに相鉄1万3000系っていう本物の電車が実車展示されるんだけど、その車両の搬送準備がまさに今進んでいるところなの。運転席の疑似運転体験や2050年の駅を模した未来の駅、配線材を使った線路の庭なんかもある予定。本物の電車が来るのを待ってる状態なんだ今。そう、 SNS でも400件を超える言及があって、子供が大喜びしそうって声が多い期待値の高い候補。車椅子用のリフトやスロープ対応も予定されてて、対象年齢の制限もないみたい。ただ予約が必要かどうかはまだ発表されてないから、そこは公式案内待ちに。子連れ枠2つ目は清水建設の清水森の町。ここは嬉しいニュースがあって、7月21日にもう起工式が済んでるの。花博の民間パビリオンの中でも着工が確認できてる数少ない候補よ。もう工事が始まってるんだ。安心感あるね。木造の立体迷路が中心で、まちづくりワークショップや未来のインフラ展示、木の感触を楽しむ体験なんかが用意される予定。木漏れ日が差し込む時間帯は写真的にもすごく雰囲気が出そう。迷路を何歳から入れるの？そこを実は以前4歳以上みたいな具体的な情報が出回ってたんだけど、最新の調査だと対象年齢や制限はまだ公式には発表されていないことが分かったの。だから今の時点でははっきりした年齢は言えない。分かり次第ちゃんと更新するね。早とちりしないで確認できたことだけ話す。それがこのチャンネルらしいね。写真映え枠1つ目は落合陽一さんのテトラヌル。里山ビレッジの一番奥にある自立回転する4棟の鏡面の建物よ。鏡でできた建物が回るって想像しにくいな。大阪万博で話題になったヌルヌルの発展系で、反射率 98% の鏡面が周りの空や緑を映し込んで歪ませるの。時間帯によって表情が全く変わるから、 SNS での投稿の多様性が一番高くなりそうって言われてる候補。日没前後のゴールデンアワーが一番狙い目みたい。何時でも撮っていいの？三脚とかは使えるのかな？実はそこまだ未確認。撮影できるかどうか自体公式にはまだはっきりしてないの。ちなみに浜博とは別に横浜ランドマークタワーに連動シアターヌルヌルネクサスがあって、そっちは完全日時指定の予約制、大人3900円から。気になる人は別記事でチェックしてね。写真映え枠2つ目は日本政府園令和日本の庭。会場最大の 2.5 ヘクタール、農林水産省と国土交通省が共同で作る庭園よ。もう着工は済んでる。 2.5 ヘクタールってもう庭のスケールじゃないね。見どころは宮内庁が皇居でずっと管理してきた盆栽が史上初めて皇居の外で公開されること。樹齢およそ390年の五葉松根上がりは国賓用の最高格の一鉢。同じく390年の黒松鹿島は1990年の大阪花の万博にも出た記録がある盆栽なの。390年前からずっと生きてる盆栽。想像すると不思議な気持ちになるな。建物は高床式の木造で、土壁も現地の土を使ってる。
木造建築を額縁みたいに見立てて庭園を切り取る構図が写真好きの間で狙い目って言われてるわ。ただ予約が必要かとか所要時間の目安はまだ発表されてない。国土交通省がガイドクルーを約80人募集してるっていう新しい動きもあるのよ。案内してくれる人が増えるのは初めて行く人には心強いね。ここからは知る人ぞ知る穴場枠。一つ目は石勝エクステリアの緑とともに2127聞いたことないパビリオンだ。だと思う。実際 SNS での言及もほとんど見つからなかった正真正銘の穴場候補。でも中身はかなり面白くて、100年後2127年の里山を実物大で再現するっていう展示なの。今の里山の植生と気候変動を見据えた将来の植生をあえて混在させて配置してる。100年後の未来を庭で表現するってこと？そう、里山の音っていう立体音響の演出もあって、木漏れ日の中を歩きながら苔やシダの表情を楽しめる、写真的にも渋くて良い場所らしいの。職人さんによる剪定の実演も予定されてるみたいだけど、日程はまだ発表されてない。話題になる前に知っておくとちょっと得した気分になれる候補よ。バズる前に見つけた感あるね。穴場枠2つ目は特定の建物じゃなくて会場全体に仕込まれた仕掛け。花と緑の屋内出店27週ローテーションよ。ローテーション？屋内の短期展示が9日ごとに全部入れ替わる仕組み。公式には2026年7月1日時点で企業団体個人合わせて390件が出展予定として発表されてる。つまりこの花博、1回行っただけじゃ全部を見ることは原理的にできないの。1回じゃ見切れないってこと？そう、 SNS でも気に入った展示があっても9日後には見られなくなるのが寂しいっていう声があるくらい。でも見方を変えればこれは弱点じゃなくて設計。何回行ってもその時だけの主役に会える。だから通期パスみたいな仕組みも用意されてるんだと思う。じゃあ約束してた11個目の話。正直に言うと最後まで枠に入れるか迷った候補があるの。それが国際出展ゾーン。ついに来た。なんで外したの？単純に一つの国や機関に絞れなくてタイプ別10選の枠には収まらなかったから。でもこの動画を作っている間にもここはずっと動き続けてる。実は7月30日イギリスが横浜花博への公式参加契約を結んだの。イギリスが今来たの？すごいタイミング。そう、しかもね SNS では3カ国目標に届いてないんじゃないかっていう不安の声も見かけるんだけど、それは誤解。6月30日から7月1日にあった国際参加者会議でもう74カ国6国際機関の参加が確認されてる。小生目標はとっくに達成されてるのよ。じゃあ心配しなくていいってことだね。そう、国際出展ゾーンだけで多分1本動画が作れるくらい情報が動いてる。だから今回は船外にしたけど、次はここを深掘りする回をやろうと思ってる。これが11個目の正体。じゃあ今日の10選振り返るね。王道はテーマ館と大西クリーンテラス。大阪万博レガシーは鹿島鳥居と東宝レオ。子連れは相鉄パークと清水建設。写真映えはテトラヌルと日本政府園。穴場は石勝エクステリアと花緑出店の27週ローテーション。王道、レガシー、子連れ、映え、穴場、綺麗に5タイプ2個ずつだったね。そう、それと今日何度か未発表未確認って言葉を使ったの覚えてる？予約制度や着工状況、対象年齢なんかはまだ動いてる最中の情報だから、ここを正直に言わないチャンネルは僕は信用しないの。決めつけないで分かってることと分かってないことを分ける。それがこのチャンネルの姿勢だもんね。そう、来場前には必ず公式発表を見直してほしい。それだけで満足度が変わるから。今日話しきれなかった細かい話やこれからの続報は徹底攻略ノートでどんどん更新していくわ。次回はさっき言った国際出展ゾーンを1本丸ごと深掘りしようと思ってる。イギリスの次はどこの国が来るのかも気になるね。だよね。それと今日の10選、あなたなら何を1位にする？王道のテーマ館 VS レガシーの鹿島鳥居。最初に行くならどっち？コメントで教えてほしいな。
僕は正直まだ決めきれないや。みんなの意見も見てみたい。気になる人はチャンネル登録して続報を待っててね。次はもっと深く国際出店ゾーンの話をするから、神瀬屋で最高の一日にしよう。それじゃあまた次の動画で会いましょう。ノート、X や Instagram もフォローよろしく。